口ホールディングスの江口克義です。今日は宮古島に来ています。インギアマリンガーデンというところです。一言で言えばゼロエネルギーリゾートっていうのを作りたいんですよ。ゼロエネルギーリゾートっていうのはもう太陽光発電で、あと蓄電池を使って、もう本当に沖縄電力さんから電気を買わなかったとしても、周りが全部台風とかで大停電とかに結構なるんですよ。でなったとしても独立して本当にそのまま未来永劫ずっと続くようなゼロエネルギー、もうエネルギーを買うことがないっていうのがもう大目標なんですけど、それを作りたい、今それを考えていますね。でまずは、一番最初に僕が土地を取得したのはグスクベ町っていうところなんですね。でグスクベ町ってもう本当に北東部のあたりにあるんですけども、グスクベ町で結局まとまった値段も手頃な土地が出た時に、ここ本当いいなと。僕が一番最初に宮古島に友達と旅行で来た時にすごく気に入って、それまでも3回来るなんていうか約束というか約束をしてたけど、今日台風でダメだったとか仕事でダメだったとか、そういうことでも来れなかった。もう4度目の正直で来た時にその宮古島の綺麗さに本当に驚いて、でそれで一番最初この土地を探し出したっていうところが最初なんですね。でその一番最初は700坪っていうのがその県道沿いに一周道路っていう県道沿いにある土地が出て、でそこの周りの土地を本当に売ってくれる気ないですかって言って、こうやって大きくして4000坪ぐらいの形にしたわけですよ。でそこのことを僕たちは宮古テラスって呼んでるんですね。その4000坪のその場所のことを呼んでるんですけど、それも登録商標をうちで取ったんですね。でそこでもう最終的にはゼロエネルギーのビレッジ、村みたいなものを作っていきたいっていうふうに思っていて、それはもう本当に僕が20歳21ぐらいの頃にその営業で頑張ってる時に友達たちとみんなでマスタービレッジって作りたいよねと。その一番ピンレベル位が高いのがマスターっていう位だったんですよ。そのマスターたちのビレッジ作りたいよねみたいなことをよく考えたら30年ぐらい前に言ってて、それを実現したいよねと。その実現の仕方は結局本当にめちゃめちゃな絶景、めちゃめちゃな本当にいい感じのこの景色があるところ、そこのところとかでもうゼロエネルギーの、太陽光発電所を作って、結局その電気で賄っていくという、そういう形でやりたいなと。でさらにはそこで電気だけじゃなくて、実はその宮古島水が本当に難しいのでなかなか取れないんですね。水がでなかなか取れないので、それはもう雨を貯めるしかないからなんです。山とか川がないからそれしかないんですよね。でそれをじゃあ僕たちの土地買った土地ってすごく手頃な値段ですごくいい大きいまとまった土地だったんですけど、水道引こうと思ったらなかなかないんですよ。できない。 1.5 キロとか 1.2 キロ先から自力で全部その道路をめくって持っておかなくちゃいけないってことから始まってるんですよ。でもそのままそれでやるともう何千万何億ってかかるんですけど、それはちょっといくらなんでもだなっていうことで、僕たちはもういろんなことを考えたんですけど、井戸も掘れないし、その水っていうのも引いてくるっていうのも本当20ミリ缶とかしか持ってこれないって。でそれだったらもう僕たちはこの大気からこの湿気すごいんですね。今日夏8月なんですけどすごい湿気で、30度ぐらいの気温で 80% ぐらいの湿度があれば高床で例えば250リッターを作れるっていう、その清水機100リッター、250リッター、500リッター、上まで行くと2万リッターぐらいまで作れるその清水機、そのメーカーに行き着いて、それをじゃあ日本で僕たちがファブレスメーカーとして販売していくと。でもそんな水を作る機械って多分宮古島ぐらいでしか使わないのかなって。むしろでも僕が考えてるゼロエネルギーっていうのは宮古島に合ってるなって。そのエコアイランド宣言ですね、宮古島エコアイランド宣言に沿った形でやっていくっていうことで、電気を全部僕たちで自分たちで作りながら自分たちで消費していくっていう。水もなるべくこの大事なね、その雨水を溜めてそれを浄水して使われてると思うんですけど、それをなるべく僕たちは使わずに、僕たちはこの湿気から取って水を作っていきますと。そういう形を本当にやっていきたいと思ってます。それがまず第一の本当
古島でやりたいことってことですね。あとはですね、僕ら一番最初から僕が言ってるのは、こちらで例えば一般競争入札の建築とか土木の仕事があって、それをこう取りに来るとか、なんかどっか海の家が今度入札になるよとか、そういうのを取りに来るとか、こっちの仕事を取るってことじゃなくて、僕はその内地本土からお金も人も物もこう連れてきて、できればというか一番最初からブレてないのは、お金持ちニューリッチの人たちを連れてきて、その人たちにその味わってもらうようなサービスを提供すると。それをすることによって皆さんがお金をそれぞれいろんなところに島のあちこちに落としていっていただけたら、みんなが潤うと思うんですよね。それはもう本当もう全然ずれてない、ブレてなくて、もう一番やりたいことで、富裕層をこう本当連れてくるよと。もう一つはやっぱり宮古島って大学がないわけですよ。で中学校高校があって、みんな大学行く時にはもうバラバラにいろんなとこ行っちゃって、結局おじさんになってから結局疲れたっていう感じで戻ってくる人が結構多いんだなってことを、話を聞いていて、そういう風じゃなくて、僕はその18で高校卒業して大学行くのを例えば諦める子、例えば経済的な面かもしれないし、精神的な面かもしれない、両親と一緒じゃないと嫌、そういう人たちを積極的に採用していって、そういう人たちに一回名古屋とかね、例えば僕らのこの今だと愛媛だったりとかってとこに仕事に一回来てもらって、一緒にこの本当に独立自尊心っていうかね、独立心をこの本当にどんどん培っていくっていうような、なんか仕事の提供の仕方、最後はもう本当に数年後に技術を身につけたら宮古島に帰ってきて、宮古島のためになるっていう人たちに対してそういう投資をしていきたいなっていうふうに考えていて、今年の4月からもうすでに2人来ています。でその子たちともう本当にもう2つ目っていうのがもうゼロエネルギーっていうのでやるんですけど、あとはもう本当に農業、この農業っていうのを本当に一回本気でチャレンジしてみたいなと思ってます。これが今もう本当に宮古島でやりたいっていうことですね。